はい、どうもどうも、ガラジトムさんでございます。今日はですね、エアコンの修理を行っていきたいと思います。今までの経緯を説明しますと、全部フロントエンジン周りばらして、もう一度組み立てたところですね。エアコンシステムの中は何もない状態です。コンデンサーの横についているレシーバーの下の部分が疑わしいんですけども、おそらくここから漏れがあったと思われるという状態なんですね。なので、ストップリーク、これを注入して治るかどうか試してみます。でもしね、それで治ればラッキーということで、エアコンガスを導入すると。そういう感じに考えております。はい。英国一安いボロボロのコペンを買った。当然かもだけどエアコンは効かなかった。カーエアコン屋のおじさんを呼んだら、コンプレッサーの漏れと言われたので、英国ダイハツのホームページ情報に従って問い合わせたら、新品が1015ポンド、リビルド品が704ポンドだった。それは理不尽で不当なサービスだと考えたため、エアコン屋のおじさんに依頼してリビルドをお願いしたら、半額以下の299ポンドだった。そして修理は完了したはずだった。時は2022年冬、エアコンガスは完全に抜けていた。原因はエアコンレシーバーの漏れだったよ。ダイハツのウェブサイトに従い指定業者へメールで問い合わせたら、純正891ポンド、在庫なし、調達までに12週間という返事が来た。S2000 のコンデンサーとレシーバーは150ポンドだったので、コペンに891ポンドとは消費者に対するいじめと感じた。日本のダイハツディーラーに問い合わせてみたが、3ヶ月後に返ってきた返事がこれだった。注文しないと金額の回答が出ない。私の常識では値段がわからないものを発注することはできないので、途方に暮れたまま夏が来て、最後の賭けに出たのだが、コンデンサーの横についているレシーバーの下の部分が疑わしいんですけども、おそらくここから漏れがあったと思われるという状態なんですね。なので、ストップリーク、これを注入して治るかどうか試してみます。でもしね、それで治ればラッキーと。また GoPro がね、バグってて撮れてなかったんで、説明だけしますと、これ今もう接続してガスが通ってる状態です。この部分を取り付けて、上のコックを閉めて、今開けた状態ですね。ホースを通って、ここまで来てる状態。次はね、エンジンをかけていきます。はい。ということでね、ストップリークですね。ストップリークガスの作業を完了いたしました。もしね、ガスの漏れがあるとすると、2週間ぐらいすると全部抜けてしまってると思うのでね。はい、1日経ったところですね。漏れてますね。こっからか。ポンド円が大きく変動し、日本から部品を買うときに有利になっていたため、半年前に891ポンドという回答をしてきた業者へメールを送り、為替レートが良くなったので値段が下がっているはずだと言ってみたら、半額以下の396ポンド、しかも英国内に在庫があると言ってきやがった。それでもまだ法外な価格とは思うが、背に腹は変えられない状況なので、言いたいことは胸の奥にしまって迷うことなく購入に踏み切った。どうも、ガラジトムさんでございます。
はい、どうもどうも、ガラージともさんでございます。今日はですね、エアコンのコンデンサーの交換とエアコンガス注入作業を行っていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。はい、ですね、今日準備したものはですね、バキュームポンプ、マニフォールド、コンプレッサーホイールは液盛りの4083。エアコンガスはね、環境にも良いという触れ込みのこちら、軽量カップ、UV ライト、蛍光材料が入っているのでね。はい。ということでですね、今日の流れとしてまず、エアコンパイプとコンデンサーの接続部分2箇所。これを外して、コンプレッサーとエアコンパイプの接続部分を外す作業。その後、新品を取り付けて、エアコンシステムのモイスチャーを取り除く作業1時間ぐらいを経て、エアコンガスを注入していくという感じですね。こういう流れでやっていきたいと思います。コンデンサー外れました。問題があった部分はここですね。ここがレシーバーと呼ばれる部分ですね。これはね、もうなかなか手に入らない希少なものになってきているので、修理できるものかどうか、いくらかかるかどうかっていうのは聞いてみたいなと思っています。こちらが新品のコンデンサーですね。いいですね。ありがたい話でございます。裏がなんでこういう感じなのかはわかりません。はい。OK。はい、入りました。オイルが入って、はい。OK でござる。コンデンサーの交換とオイルの確認作業が終わりました。エアコンパイプ側のローオープン。パイプ側のハイオープン。マニフォールド側が両方クローズ。イエローのホースがポンプのインレットにつながっている状態ですね。この状態で今、バキュームレベルの確認をいたします。オンにします。マニフォールドのローの方をオープンします。そしてハイの方をオープンします。そうすると、0からネガティブ30、赤い方も0からネガティブ30の方に動きました。3分ぐらい走らせてみます。はい、今、3分経ちました。この状態でロールします。真空漏れがないかどうか、約1時間ですね。1時間後に確認したいと思います。はい、1時間経ちました。若干緩んでますね。どこから漏れてるかというと、ここは大丈夫。ここも大丈夫。ここも大丈夫ですね。次は約45分ポンプを回して、このシステム内からモイスチャーを取り除く作業をやらないといけないらしいですので、45分間ポンプを走らせます。なので今、ポンプをオン。で、マニフォールドをオープン。45分間。45分経ちましたので、コップを閉めて、ポンプを止めました。いい感じですね。大丈夫です。漏れの確認ありません。下も大丈夫。レシーバーも大丈夫。コンプレッサーも OK です。エアコンガスを入れていきたいと思います。一番左回しにして、引っ込んだ状態にして、缶に接続します。一番奥まで入れて、ちょっと戻す。で、このイエローのコネクターを缶に接続します。はい。缶に穴を開けます。一番下まで回します。はい。今の状態はオープン、オープン、クローズ、クローズ、クローズ。で、ここを開けます。一応向こうに向けてね。はい。今いっぱいに開けました。実際にチャージするときは缶はこっち向きです。ディスエンドアップ。
で、ここに今、エアロックがあるので、ここからエアパージを、ただ自分の方に来ないようにね。エアパージ終了したので、エンジンをかけます。で、エンジンかけたときはエアコンオン、続きはループ、温度計を持っていきます。エアコンはオンなんですが、コンプレッサーはエンゲージしてない状態ですね。カチッと言ってない状態ですね。なんでかっていうと、これを開けてないからですね。だから今、ロー側をオープン。針が上がります。今、流れ始めました。エアコン入りました。コンプレッサーも今、回ってますね。もう今、何も空の状態になります。とりあえずね、今まだ 10.3 度ですね。もうちょっと冷えてほしい。ブルー側をクローズします。クローズします。9.2 度まで下がりました。7度ぐらいまで下がってほしかったですね。マニフォールドの方はクローズした状態。で、缶もクローズした状態です。自分の方に向けないように外します。まず肺側を閉めます。ロー側も閉めます。靴を外します。外しました。で、そしたら忘れずに、このキャップをね、入れます。はい。これで、一連の作業は完了になります。はい。で、あとはね、漏れがないか確認していきたいと思います。ないですね。ないですね。ないですね。はい、大丈夫です。はい、OK。じゃあ、あと1日ね、様子を見て、どこから漏れがないかね、確認をして、作業が完了になります。では最後に今回かかった費用を見ていきたいと思います。まずね、カーエアコンのおじさんの出張費用が120ポンド。2回来てもらいましたね。だから1回60ポンド。コンプレッサーのリビルドに299ポンド。ダイハツ純正のコンデンサーが396ポンド。バキュームポンプとね、マニフォールドのキットが142ポンド。ストップリークガスが18ポンド。エアコンガスが18ポンド。力盛りコンプレッサーオイルが10ポンド。UV トーチが10ポンドでした。合計費用は1013ポンドでした。ポンド円のね、為替レートで引き直してしまうとちょっとね、感覚的にずれてしまうので、購買力陛下として1ポンド100円とすると、感覚的には約10万円という感じになりました。はい、うちのね、コペン1300の動画は今まで2本かな、アップさせていただいています。1本目はね、こちらのビーチヘッドに行って撮影した動画になります。まだご覧になってない方は、ぜひご覧ください。そして2本目はね、全部のレストアの工程を約20分でタイムラプス的にね、編集した動画がこちらになります。ご興味ありましたら、ぜひご覧ください。
これからもですね、一つ一つのね、レストアの場面を詳しくお届けしていく予定ですので、ご興味ありましたらチャンネル登録とベルボタン、通知ボタンを押していただけますとお知らせが届きますので、登録してみてください。はい、ということでこの動画が良ければグッドボタンを押していただけると励みになります。またご意見やご質問などありましたらコメント欄にお寄せください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。